記事の話。小泉八雲作。多部隆二役。昔、美州遠山の里に若い農夫とその妻が住んでいた。家は山の間の寂しい場所にあった。ある夜、妻は夢を見た。その夢に数年前に亡くなった舅が来て、明日自分は非常に危険な目に遭うから、できるなら助けてくれ、と言った。朝になってこのことを夫に話した。二人とも死んだ人が何か用があるのだろうとは思ったが、その夢の言葉は何の意味かわからなかった。朝飯の後、夫は畑へ行ったが、妻は機織りのため家に残った。やがて外の方で大きな騒ぎが聞こえたので、驚いて出てみると、地頭が大勢の友を連れて狩猟のためにこの辺へ近づいてきた。見ているうちに一羽のキジが脇の方から家の中へ飛び込んだ。そこでふと昨夜の夢を思い出した。ことによれば、これが舅かもしれない。助けてあげねばなるまい。彼女は一人で思案した。それから鳥の後から急いで家に入って、その鳥はきれいなおんどりであった。造作なくそれを捕らえて、空の米びつの中に入れて、蓋をしておいた。しばらくして、地頭の従者が幾人か入ってきて、記事を見なかったかと尋ねた。大胆にも彼女は否定したが、両人の一人は、その家へ鳥の飛び込むのを確かに見たと言った。それから一行は家の中をあちらこちらと探したが、米びつの中には気づかなかった。そのあたりくまなく捜索したが、結局無駄であったので、鳥はどこか穴からでも逃げたに相違ないと諦めて、人々は引き上げた。農夫が家に帰ったとき、妻は夫に見せるために米びつに隠しておいたキジの話をした。私が捕らえたとき、少しも抵抗しなかったが、米びつの中でもおとなしくしています。きっと、舅様だと思います。と、妻は言った。農夫は米びつのところへ行って、蓋を取って鳥を取り出した。鳥は農夫の手に静かに止まって、そこにいることに慣れているように農夫を見ていた。一方の目が盲目であった。父の目は一方盲目であった。農夫が言った。右の目であった。この鳥の右の目が盲目だ。まったくこれは父だろう。ちょうどいつもの父のような目つきで、この鳥が見ている。父は自分で、俺は今鳥だから、漁師などにやるのなら、いっそ俺の体は子供に食わしてやる方がましだ。と考えたに相違ない。それで、お前の昨夜の夢のわけもわかった。と、気味の悪い薄笑いを浮かべて、妻の方へ向かってこう言いたしながら、キジの首をねじた。この野蛮な行いを見て、妻は泣き声を上げて叫んだ。まあ、この極悪非道の鬼！鬼のような心の人間でなければ、こんなことのできるはずはない。こんな男の妻になっているより、死んだ方がましだ。
それから草履も履かずに戸外に飛び出した。男は女の飛び出した時に袖をつかんだ。が、女は振り切って駆け出した。かけながら泣いた。裸足で走り続けた。町に着いてすぐ地頭の館へ急いだ。それから涙とともに寮の前夜の夢のこと、キジを助け出さのあまり隠したこと、それから夫が自分をあざけって、とうとうそのキジを殺したことの一切を地頭に話した。地頭は女に優しい言葉をかけた。そしてこの女をいたわってやるように命じた。しかし、夫は捕まえるように部下に命じた。翌日、農夫は取り調べを受けた。キジを殺したことについて事実を白状させられてから宣告を受けた。地頭は言った。よほどの悪人でなければ、その方の行ったようなことはやれない。そんな邪悪な人間のおることは、その土地にとって不幸である。ここに住んで、ここの掟を守る人々は皆、親孝行の心がけを敬う人々である。その方のごときものをその中に置くことはまかりならぬ。そこで農夫はその土地から追放と決まって、もし帰ってきたら死刑に処せられることになった。しかし、女には地頭は土地を与えた。それから後になって良い夫を持たせた。